皆さんごきげんよう。三輪明宏です。今日はね、いつもより少しだけ本音で少しだけ毒を聞かせてお話しします。テーマは心が辛い時に聞くべき言葉。孤独で心労を感じているあなたへのお説教とエールです。まず最初にこれだけは耳をかっぽじって聞きなさい。あなたは生きているだけでもう合格。点数で言えば100点満点です。何もしていないようであなたは毎日朝起きてご飯を食べて嫌なことに耐えて、それでも今日まで生き延びてきた。それだけで大したものです。ところが今の世の中はすぐにもっと頑張れ、努力が足りない、自己肯定感を高めましょうと説教するでしょう。あれね、聞き流していいです。だって心が辛くて立ち上がれない人にもっと前向きになんて真夏の砂漠で走れと言ってるのと同じ残酷な冗談です。心がすり減ってる時に必要なのは前向きな呪文ではなく、もう十分に頑張ってきましたよという確認なんです。だから私からあなたにまず一言、よくぞここまで生きてきました、立派です、胸を張りなさい。次に孤独についてお話ししましょう。今の世の中はつながろう、みんなで支え合おうと盛んに言っています。それ自体は悪くありません。でもね、一人でいるイコールダメという空気を作ってしまっているのも事実です。ところが私は孤独を悪者にはしません。一人の時間というのは本来とても贅沢で貴重なものなんです。歴史に名を残した哲学者も作家も芸術家も大抵は孤独と仲良しです。群れから少し離れたところでじっと考え感じ、自分だけの世界を育ててきた。私だってそうです。子供の頃から周囲に馴染めず、戦争も差別も貧乏も一人で抱えてきた時期が山ほどありました。でもその孤独な時間があったからこそ歌も芝居も言葉も育ったのです。ですから今あなたが孤独で誰にも理解されないように感じているのならこう思いなさい。ああ、私の中で何かが静かに熟成しているのだと。ワインやチーズと同じ。熟成には時間と静けさが必要なのです。ただしここで勘違いしてはいけない。孤独と孤立は違います。一人でいることを楽しめるのは自分で心の避難場所を持っている人だけ。避難場所もなくひたすら自分を責め世界から切り離されていくのは、それはもう危険信号です。そんな時あなたが聞くべき言葉は一人で抱え込まなくていいです。弱音を吐いてはいけない、迷惑をかけてはいけない。そうやって黙り込んでしまう人ほど心が壊れやすいのです。いいですか。人間は迷惑をかけたりかけられたりしながら何とか生きていく生き物です。完璧な人間など存在しません。私だってたくさん失敗してたくさん人様にご迷惑をかけて生きてきました。それでもこうしてシャーシャーと生きてる。あなたもそれでいいんです。助けてと口にするのは甘えでも弱さでもないで、生存戦略です。ここで心が辛い時に自分にかけるべき言葉をいくつかお教えしましょう。まず一つ目、私は今とても疲れている。でそれはサボりではなくちゃんと生きてきた証拠だと。これをしっかり認めること。今のあなたの不調は根性なしでも性格のせいでもない、長年の疲労と我慢の積み重ねです。体が熱を出すように心も限界が来れば動けなくなる。それは壊れる前にブレーキをかけてくれてるのです。2つ目、私の価値は成果や役割とは無関係。仕事ができるか、人に好かれるか、お金を稼いでいるか、それらは全部おまけです。本体であるあなたの価値とは別物です。あなたが赤ん坊だった頃何ができましたか。何もしていないのに周りは笑って写真を撮って大事に抱き上げていたでしょう。あれが本来の人間の価値です。大人になっても本質は同じです。3つ目、私が私をいじめるのを今日でやめる。心が辛い時一番ひどいことを言ってくるのは大抵自分自身です。役に立たない、ダメな人間だ、みっともない、そんなことを一番近くでささやいてくる。この内なる暴言をそろそろ終わりにしなさい。あなたの中にもう一人優しい自分を作るんです。失敗して落ち込む自分にもう一人の自分がよく頑張ったねと声をかける。ねえ、最初は白々しくても構いません。繰り返しているうちにだんだん本物になってきます。ねえ、これはおまじないではなく脳の癖を変える練習です。言葉を変えると脳の回路が少しずつ組み替えられていきます。乱暴で汚い言葉ばかりを自分に浴びせていれば心の中はいつも暴風。優しい言葉を根気よくかけていけば徐々に天気は回復します。でここで一つブラックな本音も言っときましょうか。世の中ね、
人の弱った心につけ込んで、やたらきれい事の教えやら自己啓発やら高いお守りやらを売りつけてくる人がいます。これさえ信じれば幸せになれる、あなたの波動が低いから不幸なのですなんてね、よくもまあそんな失礼なことが言えるわねと感心してしまいます。信じるかどうかは自由ですが、覚えておきなさい。あなたの不幸を商売のネタにしている人たちがいるっていうことを、そんな人たちの上品な言葉よりもあなた自身のかすれた小さな声の方がよっぽど真実です。心がもう限界だと訴えているのなら、その声を無視してはいけません。まず休む、眠る、食べる、それが一番のセルフケアです。そしてどうしようもない時は専門家や相談窓口に頼りなさい。橋でも何でもない自分の命を守るための立派な行動です。さて、ここまで聞いて、でも私はもうダメです、生きている価値なんてないと思ったあなた、あなたにこそこれを言います。結論から申しますとね、あなたが自分の価値をどう評価しようが宇宙は全く気にしていません。あなたが生まれたというそれだけで世界のバランスのどこかがきちんとかちりとか見合うようにできている。あなたがいなくなればその歯車は一つ欠けてしまう。自分で不要と決めつけるのは随分傲慢な話でもあるんですよ。あなたの存在がどこかで誰かの支えになっている、本人が気づかないところで、それは私が長年いただいてきたお手紙やお客様の涙を見て何度も教えられてきた事実です。ですからあなたは生きてるだけですでに誰かを救っている可能性がある。自分の価値をそう簡単に見切りをつけないことです。最後に、心が辛くてどうしようもない夜にぜひ唱えてみてほしい3つの言葉を送ります。1つ、今日はこれでよし、私はよく生き延びた。2つ、私は一人だけれど世界から見放されてはいない。3つ、明日の私に少しだけ期待してみよう。大きな希望なんていりません。人生はいつもなんとかなるようになってます。私も原爆で焼け野原になった町から、ホームレスのような生活から、差別や誹謗中傷の嵐から、それでもこうして生きてきました。なぜか腹の底でいつもこう思っていたからです。負けてたまるか、どうにかして面白く生きてやると。あなたも今はうずくまっていて構いません。でも心のどこかの小さな引き出しに、いつか見返してやるわねとそっとしまっておきなさい。その引き出しがあなたを生かすエネルギーになります。心が辛いあなたへ、今一番大切なのは立派な言葉でも根性論でもありません。せめて自分くらい自分の味方でいてあげるという覚悟です。どうか今日ぐらいは自分を責めるのをお休みして、こう言ってあげてください。よく生きてる、偉いわよ私と。そうやって少しずつ自分をいたわる練習をしていきましょう。あなたの人生の主役は他の誰でもないあなた自身なのですから。